こんばんは、わこです。今日は実際に読書ノートを書きながら、私の読書ノートの書き方、読書ノートの魅力についてお話しします。その前にですね、マイクを買いました。今まで使っていたマイクがちょっとこもっているなと思って、1個前の動画からね、実はこの新しいマイクで喋っていますが、いかがでしょうか？このね、モフモフもついてて、この間の Amazon のセールで買ったんですけど、意外と使いやすいかなと思っています。なので、これからはね、このマイクを使ってお話ししていけたらと思っています。今日はアフレコです。というわけで本題に入りたいと思います。私はもともと本は好きなんですけど、正直に言うと読んで終わりになっていた時期が長くて、いい話だったなとか、これ真似したいなとか思って付箋とかたくさん貼ってるんですけど、それでもね、読み返すってこともないから、まあね、しばらくすると忘れてしまってっていうのがしょっちゅうあるんですね。で、読書ノートも何度かチャレンジしたんですけど、続かないし、書けないし、三日坊主でね、本当に何回もノートは作ってるんですけど、毎回毎回挫折しています。で、去年、一個前の動画でお話ししたんですけど、あの、去年はね、夏に手術入院をすることになっていたので、その入院期間中と入院の前後ってね、結構静かに暮らしていたので、まあその期間は本をね、たくさん読んで、いっぱいいっぱい時間があったのでね、ノートを作っていたんですね。で、こんな風に書いてたよっていうのをパラパラしてるのが前の動画に残っているんですが、で、今回は実際に書きながら、書いている風景をご覧いただきながら、読書ノートについてお話をしていきたいと思います。これ去年の手帳なので、敬老の日って思いっきし書いてあるんですけど、気にせず使っていきます。じゃあそもそも読書ノートって何っていうと、読書ノートって聞くと学生の時にね、書いてた読書感想文みたいなやつかなとか、ちゃんとまとめなきゃいけないよねとかって思いがちなんですけど、私はそもそも読書感想文が昔から大嫌いでなので、そういうものでは全くなく、で、まとめることも完璧にするつもりも全くなくて、本当にね、難しく考えずに、自分のためのメモ帳、自分のための読書ログみたいなものです。で、私の中での読書ノートは、本を読んで終わりにしないためのちょっとした記録という形で書いています。内容を覚えるためのものというよりは、自分の頭とか心の整理の場所っていう感覚ですね。で、読書ノートを書くメリットとしては、うーん、まあ、書き始めて思ったことっていうのは、本の内容が自分ごとになるっていう感じかな。ただ読むだけだと、ふーんで終わっちゃうことって多いと思うんですけど、一度ノートに言葉を書き出すと、自分の考えと本の内容がつながるんですよね。例えば、自己啓発の本だったら、
これはこの場面で使えるかも、この仕事の場面で使えるかもとか、これ次の週から来週からやってみようとか、自分の行動にね、落とし込めるようになると思うんです。で、もう一つは、やっぱり読み返せるっていうのも大きなメリットだと思っていて、やっぱりね、読んだだけでも忘れるし、書いただけでも忘れるんですよね。なので、たまにこの読書ノートを開いて読んでいると、あ、こういう本読んだな、これ真似しようと思ったんだったとかね。で、あ、この時こういうことに悩んでたなっていうのが思い出せてね、それもなんか、ちょっとした日記帳を読んでる感覚にもなってすごく面白いし、1年前の自分と今の自分と比べて、あ、成長できたなってね、気づけたりもします。で、どうやって書くかなんですけど、写経みたいにね、全部書き写したって意味がないし、私はそういうのね、めんどくさがりなので、簡単に済ませたい人なんですね。で、今回これ書いてたのは多分ね、30分弱だと思います。で、私この本はすごく気に入ってて、真似したいこともたくさんあったし、今の会社の状況にすごく合っていて、こういうとこ直さなきゃいけないし、こういう、っていうね、こう、会社の悩みはまた別に話すとして、そういうね、会社の問題点はこういうことだからだよな、みたいなの気づきというか、改めて知らされた感じもして、この本に関しては書くことが結構いっぱいあったんです。でも、基本的に私が、大事にしているのはもう3ステップ。1個目は気になった言葉やフレーズをメモする。本の中でハッとした一文とか、心に残った一文っていうのをね、本当に短くでいいので書きます。そして2番目。2番目は自分なりの解釈だったり、感じたことを一言書く。で、なるほど、これはね、自分の仕事のこういうことに使えるかもっていうのをね、ちょこっと書いたりもしています。そして3番目。3番目はやってみたいこと、次の一歩を書く。例えば、毎朝この習慣を意識してみようとか、職場でこういう部分に気をつけて働いてみようとかね、そういうのをね、書くっていうのをやっています。で、一番大事なのは完璧にまとめようとしないこと。もうね、付箋みたいなメモで書くような感じでもいいし、箇条書きとかでもいいと思っていて、私は箇条書きで結構好きなフレーズとか、それに対してどういうふうに自分は真似しようとかっていうのをちょっと書いたりとかしています。で、今回は最後ちょっとね、スペースが余ったので、今の現状、会社の現状とか、今思っていることとかをね、書いたっていうのがあるので、ちょっと長文を書いたりしているんですけど、今日はね、時間もあるし、この本すごく好きっていうのもあったので、時間をかけた方かなって思っています。で、私は結構ビジネス本とか自己啓発本とか、こういう、あとはライフスタイル系の本とかを読むことが多いんですけど、じゃあ小説読んだ時どうしてるのってなると思うんですけど、小説の場合は、簡単にあらすじを書いて、あとはね、心が動いた場面を抜き出したりっていうのをしています。あ、この本こんな本だったなとか、この登場人物のセリフってこういう言い回し素敵だなとかね、日本語の勉強にもなるのであの、あとはこの登場人物の人の考え方ちょっと自分と似てるなとか、なんか思ったことをね、まとめてたりしています。で、後から読み返した時にね、これ小説に関しては感性の記録になって残っていると思うので、それもね、読み返すと面白いですね。そして続けるコツなんですけど、読書ノートを続けるコツ、続かない私が言って何になるんだっていう話なんですけど、それはね、やっぱり完璧を目指さないことです。なんか、定期的に読み続けられなかったり、
間が空くと私はすぐやめてしまうんですけど、それも含めてなんですけど、読んだ本一冊全部書こうとしなくてもちろんいいし、1ページに1行だけでもいいし、私は結構飛ばして本当に気になる言葉だけを抜き取ってます。個人的には10個以内に付箋を収めようと思ってるので、これは収まらなかったんだけど、10個以内に付箋を収めて、で、10個の、気になるっていうか、自分の行動に結びつけたいと思っている言葉を書き出して、で、そのうちから5個さらに絞って大事なところに線を引いてっていう風にしています。はい。私もね、読書欲にムラがあるから、本当に年に1回だけ爆読期が来るんです。なんでね、この時期だけでもちゃんと残そうっていう風に思っています。今はね。はい。で、やっぱり去年のノートを見て思ったんですけど、後で見返した時にね、やっぱりね、これ読んでよかったなとか、これこういう本だったなとかって思い出されるし、ちょっとした宝物な感覚です。なんでね、気が向いた時だけで書くでもいいし、読んだ本全部に対して読書ノートを書く必要もないじゃないですか。なんか、こういう系統の本って似てる内容も結構あったりするから、そういう時は書かなくてもいいと思うし、似てる内容があるってことはそれだけ大事なことだし、私も、何回もその言葉を目にすることで、そうだった、これしなきゃいけないんだった、こういうふうに考えて生きていこうと思ってたんだったとかっていうのを思い出せるから、その度に書くこともあるし、なので、全部の本に対して書く必要もないし、本当に自分が、真似したいとか、役に立ったとか、学びにつながったと思う文章だけをね、書き取っていけばいいと思っているんです。はい。で、なんだろう。読書欲がね、にムラがある私からすればね、定期的にというか、習慣的に本を読んでる方たちは本当に素晴らしいし、本をね、読むってだけで本当にね、いいことだと思うんですけど、読書ノートって一手間ではあるんだけど、この一手間を加えると、自分がこの本のね、中に、なんていうのか、本が自分の人生に溶け込んでいく、自分の生活に溶け込んでいくような感覚になるので、私みたいにね、今まで挫折した経験がある方、そして読書ノートをね、気になってはいるけどまだ使ったことないよっていう方もね、このお話が少しでもヒントになったら嬉しいです。私もね、すぐサボっちゃうのでね、定期的にここに上げていきたいと思っているので、また見に来てください。で、今回、読書ノートに書いているこの本、オフを整える、もうダラダラするだけで貴重な休日を終わらせないっていう本なんですけど、簡単にどんな本か紹介すると、忙しいね、現代人の皆さんが、オフの時間をどのように過ごすべきかっていうことに焦点を当てています。ただ、だらだら過ごすっていうのではなくて、意識的にリラックスして、心も体もリフレッシュする方法を提案してくれています。なので、例えば、オフの時間を有意義に過ごすためのマインドセットとか、何もしないことの重要性とその効果、どんな働きにつながるかとかね、そんなことが書いてあって、最近の日本人の皆さんは、昔からですけどね、働き者の皆さんが、もちろんね、一生懸命働くことは大事なことなんだけど、時間に追われるくらい忙しい働き方を過ごしているようだと、考える力が低下するよとかね、そういうことが書いてあって、オフって大事だよっていうのをね、改めて教えてくれる本なので、私これ結構お気に入り。このね、最近読んだ3冊の中で一番お気に入りの本なので、もしね、興味がある方は読んでみてください。で、読書欲にムラがある私ですが、またね、定期的に、
本を皆さんに紹介したいと思っているので、読書欲が消えないように頑張りたいと思いますが、皆さんもこの本読んだよ、こういう本読んだよっておすすめの本があれば教えてくれると嬉しいです。はい。というわけで、私のお腹がとんでもない音で鳴り始めたので、もしかしたらマイクに入ってるかもしれないんですが、すいません。そして、お腹が空いているので、そろそろ今日の動画は終わりにしたいと思います。また来週お会いしましょう。